全てが謎に包まれた金髪グラサンの男ゼノ。超人的能力を持つ彼が使う唯一の武器、それがこのリデンプションです。相談数一発という重いペナルティを持ちながら、それでも彼がこの銃を愛用する理由は何なのか。今回はかっこよさと使いにくさが限界突破しているこの銃についてじっくりと解説していきます。このリデンプションはストーリークリア後に解放されるボーナス武器の一つです。名前の意味は贖罪。性能としてはこのように威力がかなり高めのハンドガンとなっています。何しろこの銃、ハンドガンなのにライフル用の弾薬を使いますからね。そりゃ高火力で敵を貫通するってのも納得です。次に目を引くのはやはり装填数ですよね。なんと装填数がたった一発という驚愕の性能をしています。これによって連射速度は全武器中最低値になっていますね。この銃のモーションを見ると分かりますが、マガジンという概念がなく、バレルに直接弾薬を詰めて撃つという現代では非常に珍しい構造になっております。ちゅうわけで一発しか弾を装填しないので、常に最後の一発を撃つが使いとなって、このグラサンチャームが常に有効です。これ結構面白いですよね。手軽に火力を強化できちゃうやつ。あと忘れちゃならないのが、およそ銃とは思えない華美な装飾が見られるということですね。銃としての実用ではなく、むしろ芸術品として作られたんじゃないかと思いたくなる美しさ。ちなみにリデンプションのこの黄色い部分には五角形の紋章が描かれていますが、これはゴーストグラッジのグリップにあるのと同じ形をしています。この2丁、装飾自体も結構似てますよね。はい、というわけでゲーム内での特徴を軽くまとめましたが、そうなんです。この銃、装填数一発で、しかも無駄な装飾まみれという、およそ実戦じゃ役に立たない要素で溢れているんですね。実際、この銃を使ってみたプレイヤーはほぼ 100% 使いにくいという感想を持ったと思います。ですが、この銃の使い手はバリバリ実戦で使ってるんですよね。正直イカれてるとしか思えないんですが、この銃についてもう少し深掘りしていくと、彼にとっては実はメリットが多いというのがわかります。ではまずは元ネタの銃から見ていきましょう。リデンプションの元ネタの銃はトンプソンセンターコンテンダー、俗にトンプソンコンテンダーとか、あとは略してコンテンダーなどとね呼ばれることが多いですね。アニメやゲームとかにもよく登場していて、フェイトゼロだとか、あとはラストオブアス2に出てるのが有名ですね。実はこの銃の製造会社、もともとはトンプソンツール社という名前だったんですが、このトンプソンコンテンダーの販売戦略のためだけに社名を変えたという経緯があります。つまりそれだけ人気な銃なんですね。一発しか撃てないのに人気だなんて、なんか不思議ですね。というわけで次はその理由となる特徴を紹介していきます。このコンテンダーは単発装填の高装式シングルアクション拳銃となっています。一度に一発しか弾薬を込められないので、一発撃つたびにリロードが必要です。で、高装式なので銃が真ん中で折れてバレルに直接弾を込めます。あとはシングルアクションの銃なので、弾を撃つには撃鉄を手動で起こしてから引き金を引く必要があります。弾を撃つために2ステップいるんですね。最近の銃は引き金を引くだけで撃てるダブルアクションだとか、あとオートマチックなんかが主流ですが、この銃にはそういう複雑な仕組みがなく、かなり単純な構造をしてるんですね。はい、というわけで筒に弾を込めて自力で撃鉄を起こして撃つという、ほとんどが手動の原始的な構造をしています。あらゆるパーツを削ぎ落として、ただ弾丸を発射するための必要最低限の構造しかないという感じですね。これによってメンテナンスが簡単で、さらに拳銃の中では射撃精度が高めな部類になっています。では次にこの銃最大の特徴であるバレルパーツについて解説します。実はこの銃、バレルを丸ごと取り外して、その長さや太さを自由に入れ替えることができます。
この弾丸を込めて打ち出す筒の部分をドライバー1本でまるっと入れ替えられるんですね。で、これの何がいいのかというと、バレルの太さに応じたいろんな種類の弾を撃てるということなんですね。まず銃というのはかなり精密な構造になっていて、バレルの内径にぴったり合うサイズの弾しか撃てません。なので基本的に銃ごとに決まった大きさの弾しか撃てないってのが普通なんですが、このトンプソンコンテンダーはバレルを丸ごと取り替えられる上に、バレル自体に直接弾を込めるんで、その太さに応じた様々な弾薬を撃てるんですね。あと太さの他に長さについてもいろんなものがあります。かなり短めな6インチバレルだとか、あとは50センチ以上の長さのバレルも市販されています。バレルが長いほど威力が上がりますし、短いとコンパクトで持ち運びやすくなります。というわけで、個人個人の用途に合わせて最適な弾薬を選べる汎用性、これこそがこの銃の最大の特徴であり、人気の秘訣と言えます。この特徴はゲーム内でリデンプションを使うだけだと全く実感できない要素なんで、なぜこんな銃があるのか不思議だった人も多かったと思います。いやちょっと待て、いろんな弾を撃てるから何なのよと思っているそこのあなた。では次にこの銃がどのように使われているのかについて語ります。この銃一発しか装填できないので、戦闘で使われることはほとんどありません。で、何に使われるかというと、狩猟だとか、あとは競技用として人気が高い銃なんですね。先ほども解説した通り、この銃はバレルを入れ替えることでいろんな弾を撃てます。例えば使いやすい拳銃弾、遠くまで狙えるライフル弾、小さい獲物を撃ちやすい散弾、ストッピングパワーの高いマグナム弾などなど、狙う獲物や距離に応じて使い分けられるんですね。趣味でハンティングや射撃をするときにいろんな弾で遊べると想像するとめっちゃワクワクしますよね。なんなら市販のパーツや弾に自分でオリジナルの加工をしてバレルの長さをいじったり、特別な弾薬を作ったりしてる人もいるとか。このリデンプションも20世紀中盤モデルをカスタムしたと書かれていますね。ゼノだったら例えばこういうウイルスが入った特殊な弾なんかを作りそうですし、 PSAA 単位をぶち抜いた弾も明らかに特徴品って感じの破壊力でしたね。ちなみにレオンがこのリデンプションで使っているライフル弾ドラゴンフライは308ウィンチェスターという狩猟用の弾がモデルになっています。というわけで、バレルを入れ替えたり改造したりなんかでいろいろ使えちゃう高い汎用性、それがこの銃の最大の特徴と言えます。とはいえこの高い汎用性のために一発しか装填できないというね、重い制約があるんですが、これも戦闘用じゃなければ問題ないですよね。ハンティングではむやみに弾を連射することは避けるので、一発で足りますし、競技シーンではゆっくり装填できるのでもちろん問題はないです。むしろシンプルな構造で射撃精度が高いんでぴったりですよね。というわけで、このコンテンダーは主に狩猟や競技で使われているんですが、先ほども言った通りこのゲームにはバリバリ戦闘用として使っているイカれたおじさんがいます。いやどう考えても戦闘には使いにくいだろうと思いますが、おそらく彼にとって何らかの理由があってこの銃を選んでいると思われます。まずは使用者であるゼノ自身について整理していきましょう。彼についてはほとんど情報がないのですが、判明しているものとしてはコネクションという謎の組織に属していて、任務の内容としては外部との連絡役、要人の保護、そして場合によっては障害の排除も行います。で、忘れちゃいけないのが、彼はこのバイオハザードシリーズにおける特殊能力者の一人ということですね。そういえば過去作には彼とよく似た能力者がいましたね。見た目も能力もほぼ同じなので、いろいろな考察がされている2人ですね。にしてもこの戦闘シーン何回見ても圧巻すぎますよね。ちなみにこの高速移動はスローで見ると完全に姿が消える瞬間もあり、
さらに弾丸を見てから避けることも可能です。成人男性というこの大きさの物体がこれだけの速さで動くのは、もはや物理法則を無視した挙動と言えますね。おまけとしてそっくりさんの瞬間移動ムービーも載せておきます。こっちの方があからさまに瞬間移動って感じですね。一応ゼノも変異型 T ウイルスの症状がありつつ、抗ウイルス薬を使われると弱体化することから、アルバート・ウェスカーと同じくウイルスで肉体を強化している超人と推定できます。というわけで彼は近接戦にて最強の能力者なんですね。弾丸すら避ける素早さ、無敵の体術、そして超速再生。とにかく接近戦に持ち込みさえすれば勝ち確の彼がなぜ銃を持つのか。ズバリ結論から言うと、格闘では対処できない敵を倒すためだと考えられます。まずこのリデンプションはハンティングに使われる銃です。ではこの銃の使い手ゼノの狩りのターゲットは何なのか。これもズバリ結論から言うと人間ですね。動物だとか化け物とかではなく生身の人間。ゼノは謎の組織コネクションの構成員であり、時にはその障害の排除も行います。そして相手の装備や距離によっては拳が使いにくい場面もあるでしょう。例えば拳が通らない全身重装備の特殊部隊とか、厳重に警護された要人、あるいは超人的な能力者を相手する時もあると考えられます。またゼノは体術は無敵に近いですが、いまいちその拳は決定力に欠けるところがあります。敵を手玉に取ることはできますが、命を奪うにはやはり銃を使わないと厳しいようですね。ということで様々な弾を使えるこのリデンプションは、あらゆる場面や敵への対応力、そして決定力を上げてくれる武器なんですね。アーマーを着た敵には貫通する弾を、安全圏から狙いたいなら遠くまで飛ぶ弾を、そして能力者には特攻弾を、などなどターゲットに応じた使い分けをこのコンパクトな拳銃1丁でこなせるんですね。武器をいくつか持ち歩くことで対応力を上げることもできますが、彼もレオンと同じく戦闘だけが仕事じゃないので、常に携帯しやすい拳銃であることは不可欠だと考えられます。ちなみに同じコンセプトの彼の武器が実はもう一つ存在します。それがこれですね。 BOW。 生物兵器はゼノが持ち歩くことなく自ら移動してくれるので、それを召喚して武器として使うこともあるようです。なんなら彼自身が生物兵器みたいなもんなので、彼の武器をまとめるとリデンプションとバイオ兵器と拳、この3つという感じですね。どれも汎用性と傾向性の極みといった感じ。あとは汎用性の他に高い精度を持つということも彼のニーズに合っていると考えられます。この銃はシンプルな構造なので、精密射撃などの競技にも使われるほど精度の高い銃となっています。なので遠距離でもターゲットを正確に撃ち抜くことができますね。彼はデータベースにも載っていない透明人間なので、姿を見せずに敵を倒す手段は欲しかったと考えられます。拳だけだと対応できる場面は少ないですが、そこに銃があると遠距離から色々できますよね。ちなみにこの銃、スコープを取り付けることもできるんですが、もしかするとスコープを使わず強化された視覚のみで狙撃できるのかもしれないですね。ただし忘れちゃいけないのが、この銃最大のデメリットである装填数ですね。すなわちこの銃が単発装填で相手が反撃してきたら終わりであるということ。ハンティングだとか競技の場だったらいいんですが、普通に考えて一発撃ったらいちいちリロードしなきゃいけないこの銃が戦闘で使えるというわけはないんですよね。ですが使用者自体が最強だった場合は全く話が変わります。遠距離であれば敵の弾を避けながらリロードすればいいし、近接戦に持ち込まれたら逆に積むのは相手側なので、ぶっちゃけ何も問題ないですよね。
はい、というわけで超人ゆえに総点数というデメリットを気にせず汎用性と精密性を活かせるからこそゼノはこの銃を愛用していると考えられます。はい、という感じでいろいろ理屈を並べたんですが、結局のところ彼がこの銃を愛用する最大の理由ってのはやはりこの銃がかっこいいからというのが最大のポイントなんじゃないかと思います。ゼノは見たまんまの中二病の決心みたいなやつですからね。金髪、グラサン、派手な白スーツにジャケットを引っ掛けてピアスもバッチリ決めています。この見た目でしかも無敵の能力者、マジでたまんないかっこよさですよね。でそんなゼノがどこにでもありそうなごく普通の銃を使っていたら一気に冷めちゃいますよね。その点このリデンプションは価値のあるヴィンテージもので無駄を省いた機能美と装飾、そして武器として汎用性も十分。常人ではとても戦闘じゃ使えないけどそれをあえて使うというのもかっこいいポイントプラス。ここまで特別なかっこよさのある銃ってのはそうそうあるもんじゃないですよね。はい、というわけでまとめると、特注弾を使える汎用性、距離を選ばない射撃精度、拳銃という傾向性、そして何よりかっこいい。これらの要素が最強の超人ゼノがリデンプションを愛用する理由だと考えられます。実はここでこの銃のリデンプションという名前についての考察パートをつける予定だったんですが、考察を進めるうちに彼について動画1本撮れそうなくらい踏み込んだ内容になってきたんですよね。というわけでこのゼノという男についてまた別の機会にまとめて動画にしようと思います。この男、現状ではかなり謎が多いですが、もしかすると非常に奥深くデザインされたキャラかもしれないです。一応リデンプションという名前について軽く触っておくと、その意味は贖罪、救済、召喚などの意味です。あまり見慣れない単語が多いですが、簡単に言うと救済という意味にまとめられますね。一体ゼノは何を何から救済するのか、その謎はバイオハザードの過去作に秘められてそうですね。はい、というわけで今回はここまで。また次回もよろしくお願いします。